ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが最新鋭の完璧に自動化されたスマートホームに引っ越したとしますよね。ええ、夢のような家ですね。そうなんです。で、朝起きるとシステムがあなたの体調に合わせて室温を23.5度に調整してくれていて、はい。好みのプレイリストが静かに流れて、キッチンでは最高の香りのコーヒーがすでにできているみたいな。最高じゃないですか。もうあらゆる摩擦が排除された究極のユーザー体験ですよね。ですよね。最初はこれぞ未来だ、何も考えなくていいなんて最高だって感動すると思うんですよ。まあ普通はそう思いますよね。でも、ある春の気持ちいい朝に、あなたはふと今日はただ外の自然な風を入れたいなって思って、ええ。自分の手で窓を開けようとするわけです。すると、システムから冷たい音声が流れるんですよ。なんて言うんですか？現在の外気温と花粉の飛散量は最適ではありません。システム保護のため窓はロックされています。なるほど。その瞬間、あなたは気づくわけですよ。この完璧な家の主導権を握っているのは実は自分じゃなくて、システムの方だったんだと。快適さと引き換えにコントロールをシステムに明け渡してしまっていたわけですね。いや、非常に示唆に富む例えだと思います。今回のディープダイブへようこそ。実はこのスマートフォームの例えって現代のソフトウェア開発とか私たちが毎日使っているウェブサービスの世界で起きていることと全く同じなんじゃないかと思うんです。確かにすごく重なる部分がありますね。今日は2026年3月17日時点のアプリ開発とかプログラミングの最新トレンドを深掘りしていくにあたっていくつか非常に興味深いソースを読み込んでみたんですよ。はい。全窓の最新の技術記事ですね。そうです。で、一見バラバラに見えるそれらのトピックなんですけど、実はある一つの強力なテーマが貫かれていることに気づいたんです。それが開発環境と情報の主導権を取り戻すっていう今の大きなムーブメントですね。その通りです。私たちってこれまでクラウドインフラとか巨大なプラットフォーム、あとは賢すぎるアルゴリズムに多くを委ねすぎてきたじゃないですか。ええ、便利だからと全部お任せにしてきましたよね。でも今、最前線の開発者たちは、そのシステムにロックされた窓をこじ開けて、自分だけの快適な環境とかツールを再構築し始めているんです。便利さの裏に隠された不自由さに気づいたエンジニアたちがどうやってシステムの壁をハックしているのか、はい。自分の手に馴染む道具を取り戻しているのかっていう技術的なブレイクスルーとマインドセットの変化、この両面から見ていくと非常に面白いテーマですよね。なので今日は、その驚くべきアプローチを、これを聞いているあなたと一緒に解き明かしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは全ての土台となる開発環境の話題から入りたいんですけど、環境構築ですね。永遠の課題です。ここで注目したいのが、小さく始める Nix というアプローチと、水地氏が開発したアクトランという GitHub Actions 互換のローカルタスクランナーなんです。どちらも今の開発の土台作りにおけるパラダイムシフトを象徴するツールですね。私この Nix のムーブメントがすごく面白いなと思っていて、パッケージ管理って開発者にとって本当に頭痛の種じゃないですか？いや、もう何度も流されてきましたよ。ですよね。で、従来のホームブルーとかを使った環境構築があらかじめ家具が全部揃っている賃貸マンションに引っ越すような手軽さだとしたら、ニックスは自分で設計図を引いて一つ一つのレンガを積んで家を建てるようなものだと思うんです。なるほど。完全に自分の思い通りに作ると。すごくよく表しているんですけど、ちょっとだけ補足させてください。あ、はい、お願いします。ニックスって自分でレンガを積むっていうよりは、家の完璧な設計図を数学的な数式として記述すれば、何度でも一瞬で全く同じ家が実体化する魔法の 3D プリンターに近いんですよ。おー、魔法の 3D プリンターですか？ええ。ニックスは宣言的って呼ばれるんですが、状態をグローバルに持たないんです。なるほど。これがいわゆる私のローカル環境では動いたのに本番では動かないっていうエンジニアリングの永遠の課題を根本から解決してくれるんです。あの恐ろしい現象。そうです。ただ、おっしゃる通り、その数式を書くための学習曲線が絶望的に急だったんですよ。みんなそこで挫折しちゃってたわけですね。ええ。だからこそ既存のホームブルー環境なんかと共存させながら、プロジェクトの依存関係だけを少しずつ Nix に置き換えていくっていう前進的なアプローチが今すごく評価されているんです。なるほど。一気に魔法のプリンターに任せるんじゃなくて、はい。これはまさに開発者が自分のマシンの状態管理をよくわからないブラックボックスから完全にコントロール可能なものへと奪還する第一歩なんですよね。少しずつ自分のコントロール下に置いていくわけですね。すごくしっくりきました。そしてコントロールを取り戻すといえば、もう一つのツール、アクトランです。
はい、ミジさんのツールですね。これ GitHub Actions をワークフロー、つまり CI.yml をローカル環境でそのまま実行できるツールなんですよね。そうです。しかもムーンビットという新しい言語で書かれていて、しかも npx コマンド一つで即座に動くっていう。WebAssembly とかネイティブバイナリーにクロスコンパイルされているので、巨大な Docker デーモンを立ち上げるようなオーバーヘッドがないんです。軽快に動くわけですね。軽量でどこでも動くっていう技術的な優位性がすごく大きいです。ただここで少し引っかかるというか疑問があるんですけど、なんでしょ現代の開発チームって CI とか CD は GitHub Actions みたいなクラウドに寄せるのがベストプラクティスですよね。う。一般的にはそう言われていますね。チーム全員が同じクラウド上の統一基準でテストを回すからこそ属人性が排除されて意味があると思うんですよ。おっしゃる通りです。なのにそれをわざわざローカルの自分の PC で実行するのってなんだか時代を逆行しているというか、せっかくのクラウドの恩恵を捨てているように感じませんか？なるほど。でも決してクラウド CI の価値を否定しているわけじゃないんですよ。違うんですか？ここで重要なのはフィードバックループの絶対的な速度なんですよ。速度ですか？はい。クラウド上で CI を回す場合って、まずコードをプッシュして、クラウド上のランナーがプロビジョニングされるのを待ちますよね。はい、待ちます。それから依存関係をダウンロードして、そこでようやくテストが走るわけです。結構時間がかかりますよね。数分、時には十数分待たされることも珍しくありません。もしそのエラーの原因が、カンマが一つ抜けていたみたいな単なるタイプだったらどうなりますか？うわー、それはきついですね。それを直すためだけにまたコミットしてプッシュしてさらに10分待つわけですか？そうなんです。それはもう開発者のフロー状態を完全に破壊してしまいますよね。確かに集中力が完全に途切れますね。その通りです。この待ち時間っていうのは、開発者から時間と集中力のコントロールを奪って、プラットフォーム側に依存させてしまっている状態なんです。なるほど、そういう視点ですか。そこで、アクトランを使ってローカルで即座に実行できれば、クラウドに投げる前に手元で数秒で結果がわかるわけです。クラウドの信頼性という恩恵は最終的に受けつつも、はい。日々の開発のテンポ、つまり、ローカルでの開発体験の主導権を開発者の手元に取り戻しているんです。クラウドに支配されるんじゃなくて、クラウドを最終確認ツールとして使いこなす。と、手元の体験は自分でコントロールするんですね。物理的な環境の最適化によって、開発者のストレスが劇的に減る理由がすごくよくわかりました。実は、物理的な待ち時間が解消されると、次に面白いことが起きるんですよ。何が起きるんですか？開発者の脳って非常に敏感なので、今度はコードを書くときの認知的な摩擦にイライラし始めるんです。なるほど。物理的な環境の次は、はい。次に彼らが主導権を取り戻そうとしているのは、毎日見つめるコードそのもの。つまり頭の中の環境なんです。まさにそこですね。環境の次に向き合うのは、日々のコード体験、いわゆる DX ですね。ええ。ここでタイプスクリプトの型推論に関する驚異的なトレンドに触れたいと思います。今回、タンスタッククエリー V5 のクエリーオプションズという機能が話題になっていましたよね。はい。リアクトとタイプスクリプトのエコシステムにおいて、この進化は開発者体験に革命を起こしたと言っても過言じゃないです。タイプスクリプトって安全性を担保するために、このデータはこういう形をしていますよっていう型注釈をあちこちに書く必要があるじゃないですか。手動で書くのは結構骨が折れますよね。これって例えるなら、コーヒーを一杯買うたびに自分で確定申告のための細かい帳簿を手書きでつけるようなめんどくささがあると思うんですよ。ははは、面白い例えですね。安全なのはわかるんですけど、とにかく疲れるというか。ただ、タンスタッククエリー V5 が実現したことって、単に税理士が後から代わりに帳簿をつけてくれるっていうレベルを超えているんですよ。超えてるんですか？と言いますと？設定オブジェクトを1箇所で定義するだけで、別のファイルでそのデータを呼び出したときに、どんな型のデータが返ってくるかが、型注釈を一切書かなくても完璧に推論されるんです。一切書かなくてもですか？例えるなら、あなたがコーヒーを買う前から、優秀な専属税理士が、あなたが今日どの店でいくらのコーヒーを買うかを完全に予測して、予測して？一寸の狂いもない帳簿の枠をすでに裏で作り上げているような状態なんです。なんだかちょっと怖いくらい優秀ですね、その税理士。そうなんですよ。でも、ファイルが分かれているのに、どうしてそんな魔法みたいなことができるんですか？その魔法の正体が記事で深く解説されているデータタグとユニークシンボルというタイプスクリプトの高度な仕組みなんです。
ユニークシンボルですか？はい。タイプスクリプトって通常は構造的片付けを採用しているんですけど、このユニークシンボルを使うと、コンパイラーに対してだけ、これは絶対に他と被らない特別な固有の ID を持ったデータだぞって強制的に認識させることができるんです。固有の ID を持たせるんですね。でもそれを実際のデータにくっつけると、実行時のパフォーマンスが落ちたり、データ構造が変わっちゃったりしないんですか？そこが最も美しいポイントなんですよ。美しいポイント？このユニークシンボルは JavaScript としてブラウザで実行されるときには完全に消滅するんです。消えちゃうんですか？つまり、実行時のコードには1バイトの負荷も与えずに、コンパイルの段階だけで型情報だけをバケツリレーのように安全に持ち回ることができるんです。実行時には存在しない幻のタグなんですね。それはすごい。ライブラリーの作者たちは、この極めて複雑なタイプスクリプトの内部構造を裏側で緻密に組み上げることで、開発者の目に見える表面の世界を限界までシンプルにしました。ただ設定オブジェクトを一つ書くだけみたいに。そうです。優れたツールっていうのは裏側にある圧倒的な複雑さを隠蔽して、開発者が本来集中すべきビジネスロジックとか、本当に作りたいものに脳のメモリを全振りできるようにしてくれるものなんです。認知リソースを無駄遣いさせないわけですね。頭の中のノイズを完全に消し去ってくれると。その通りです。環境構築の Nix とかローカル CI のアクトランで待ち時間っていうノイズを消して、単スタッククエリーで型注釈を書くっていう認知的なノイズを消した。そうやって摩擦を削ぎ落としていくと、開発者には時間と余力が生まれますよね。はい。そして最も興味深いのは、その生まれた余力を使って彼らが一体何を作り始めているのかっていうことなんです。それがまさに最後のトピックにつながりますね。与えられたプラットフォームのルールに従うだけじゃなくて、 AI を使って自分専用のツールを作り出して、日常の不満を自らハックしていく開発者たちの姿です。AI を自分専属の開発パートナーとして使いこなす段階に入ってきたわけですね。ここに関連してすごく面白い個人開発のストーリーを見つけたんですよ。どんなストーリーですか？一つはチライデータエンジニアの学士によるクロードコードで作るミュージックプレイヤーのエピソードなんです。ミュージックプレイヤーを自作したと。はい。彼が朝お子さんを幼稚園に送った帰り道に YouTube ミュージックでアニソンを聴いていて、ふっと思ったそうなんです。仕事中アレクサみたいにリラックス用にカフェジャズ流してって自然言語で指示できる作業用 BGM プレイヤーが欲しいなって。日常のちょっとした不満というか、こうだったらいいのにっていう願望ですね。少し前ならそういう願望を持っても、既存のアプリのプレイリストで我慢するかって終わっていたはずなんですよ。わざわざゼロから作るのは大変ですからね。でも彼は今話題のクロードコード、つまり AI エージェントを使って試行錯誤して、その日のうちに実際に動く自分専用のプレイヤーを自作してしまったんです。その日のうちにですか？それはすごいですね。現場のエンジニアの間でも、もう生成 AI がないと話にならない時代になりつつあるっていう肌感があるそうです。これは非常に大きなパラダイムシフトですよ。重要なのは LLM とかクロードコードのようなツールが単なる高度な自動保管ではなってないという事実です。自動保管じゃないと。はい。プロトタイピングのサイクルを根底から変えるエンジンになっているんです。エンジンですか？朝のふとした思いつきから手元で動くソフトウェアを手にするまでの距離とコストが AI によって劇的に、それこそ数時間単位にまで縮まりました。なるほど。これによって自分一人のためだけにアプリを作るということの費用対効果が完全に逆転したんです。費用対効果の逆転。だからこそ妥協して既存の巨大アプリを使う必要がなくなったわけですね。そういうことです。そしてもう一つの事例が AI 機能搭載の RSS リーダーを自作したっていう開発者のお話なんです。RS リーダーですか？はい。今の時代に RSS リーダーをって最初思ったんですけど、動機を知って深く納得しました。彼はなぜ既存のニュースアプリとか SNS じゃなくて RSS リーダーを自作する道を選んだんでしょうか？彼はもともと活字での情報収集を好んでいて、Google リーダーが終了して以来、フィードリーとかポケットとか数々のサービスを渡り歩いてきたそうです。難民になってしまったんですね。でもどれも最終的にしっくりこなかった。その根底にあるのが SNS のアルゴリズムに対する危機感だったんです。危機感ですか？ SNS のアルゴリズムってエンゲージメント、つまりユーザーをいかに長く滞在させるかに最適化されてるじゃないですか。はい、そうですね。だから気づかないうちに極端な情報ばかりが表示されるフィルターバブルに閉じ込められてしまうと。その動機は現代のウェブの構造に対する非常に鋭いカウンターカルチャーになっていますね。カウンターカルチャー。
X とか TikTok のようなプラットフォームは、あなたに客観的で有益な情報を見せることよりも、あなたが怒ったり興奮したりして、より長く画面をスクロールし続けることを目的としてアルゴリズムを組んでいますから。彼らはユーザーの認知をハックしてコントロールしようとしているわけです。だからこそ彼は自分で情報源をコントロールしたいと強く願ったんですね。その通りです。アルゴリズムが押し付けてくるノイズから抜け出して、自分が信頼する情報源だけを選ぶ。はい。さらに AI の力を使って大きな記事を要約したり整理したりしてノイズレスに摂取する。なるほど。これは単なるツール作りではなくて、巨大プラットフォームから自分自身の思考を守るための究極の自己防衛であり、主権回復のアクションと言えますね。自己防衛ですか？少し前なら理想の RSS リーダーがないなと思っても、自分でゼロからコードを書いて保守するのは大変すぎるから結局どこかで妥協していましたよね。維持するだけでも一苦労ですから。でも今は AI が一緒にコードを書いてくれて AI が記事を要約してくれる。これってつまり私たち人間がソフトウェアの仕様に自分を合わせる時代からソフトウェアを自分に合わせる時代に完全にシフトしたっていうことですよね。そう思います。マス向きに作られた最大公約数的なソフトウェアは本当に私たち個人の生活を豊かにしているのか。この問いに対する彼らの行動は No。私たちはソフトウェアを自分のために作り直すことができるし、そうすべきだという強烈な宣言なんですよ。宣言ですか？はい。AI という強力なテコを手に入れたことで、個人が巨大システムに対して独立を宣言できるようになったんです。痺れますね、それは。さて、今回のディープダイブを少し振り返ってみたいと思います。今日はコントロールを取り戻すというレンズを通して最新の開発トレンドを見てきました。ニックスやアクトランによるローカル開発環境とフィードバックループのコントロール、そして単スタッククエリーのユニークシンボルを駆使した高度な型推論によるコード体験と認知リソースのコントロール。はい。そして AI エージェントを駆使してアルゴリズムに支配された情報の流れとか日常のちょっとした音楽体験を自分の手に取り戻すコントロールですね。そうですね。これらはすべて巨大なシステムから主導権を奪還してあなた自身の体験を極限までパーソナライズするための動きでした。プラットフォームに依存せず、自分の足で立ち、自分の手に馴染む道具を自ら手入れする。エンジニアリングの最も根源的で美しい姿がここにあると思います。これを聞いているあなたにも少し考えてみてほしいんです。はい。あなたは今、気づかないうちに SNS のアルゴリズムが作り出したフィルターバブルの中で、誰かが最適化したおすすめばかりを消費していませんか？耳が痛い人も多いかもしれませんね。の技術と AI という形ですでにあなたの目の前に用意されているんですよ。そうなんです。最後に、ソースには書かれていない一つの思考実験をあなたに提案したいと思います。思考実験ですか？はい。今日お話ししたように、もし AI の進化がさらに進んで、誰もがその日の気分とか、今のちょっとした不満に合わせて、使い捨ての完璧なパーソナルアプリをたった数分で作れるようになったとしたら、世界中の何億人もの人々が全く同じ UI、全く同じ機能を強制されるような巨大な SaaS や SNS の時代はいずれ終わりを迎えるんでしょうか？非常に挑発的で興味深い問いですね。みんなのためのソフトウェアから私だけのソフトウェアへ、ウェブの歴史が大きく転換する局面に私たちは立ち会っているのかもしれません。次に会社の重たいシステムとかノイズだらけの SNS にログインして使いにくいなって感じたとき、ちょっとこのことを想像してみてください。そうですね。システムにロックされた窓を開ける力はすでに私たちの手の中にあります。深呼吸できる環境は自分で作れるんです。はい。今回のディープダイブはここまでです。あなた自身の探求がここからさらに深まることを願っています。それではまた次回。ありがとうございました。